どうもこんにちは。ビジネスマン向けに送るおすすめ腕時計9選の後編でございます。今回はですね、ビジネスマンの方向けに程よくシャレっ気がある時計と激推しナンバーワンウォッチを合わせて5本紹介したいと思います。ちなみに前編の方ではエントリー価格帯の時計と超絶真面目な時計を紹介していますので、まだ前編をご覧になっていない方はぜひそちらもお願いします。さて、では早速程よくシャレっ気がある時計の紹介に行ってみたいと思いますが、前回は割とかっちりめなものを選んでいたんですが、ここではベースはスーツに合うようなきれいめであり、かつ程よくカジュアル感があったりシャレっ気があるっていうものを全部で4本選んでおります。ということで1本目ですが、1本目はジャガールクルトのマスターウルトラスリムムーンです。これですね、前回超絶真面目時計として同じジャガールクルトのマスターコントロールを取り上げましたけど、こちらもジャガールクルトらしさあふれる時計なんですよね。それで最初に言いたいんですが、実は私この時計を買おうか本気で悩んだ時期がありまして、結局買わなかったんですけどただですね、この時計2021年にモデルチェンジしたんですが、それでかなり良くなっていまして、今だったら確実に買いだなと思うんですよね。で、何がそんなにいいのかっていうのを順番に話していきたいんですが、まずはデザイン。とにかく目を引くのがムーンフェイズですよね。針もインデックスも非常にシャープかつシンプルで、ベゼルもやや薄くて全体的にはシックな印象があるんですが、このムーンフェイズがあることによって一気に華やかになりますよね。しかもそれが過剰でないと言いますか、シックな雰囲気とムーンフェイズの華やかさがちょうどいいバランスで共存していて、存在感はあるんだけど主張しすぎないところが最高ですね。で、ここにモデルチェンジして良くなったなってところがあるんですけど、以前のものは同じくさび型のインデックスが使われていたんですが、長さが短かったので文字盤全体に間延び感があって、私はそこが結構気になっていたんですよね。それがモデルチェンジによってインデックスが長くなってかなり解消されたと思います。あとはデートの文字も大きくなって見やすくなったっていうのもあるんですが、この部分の存在感が増したおかげでダイヤル全体のバランスも良くなったように感じますね。あとはムーンフェイズの背景の星も細かく入っていて華やかさが増していますね。ただあえて言いますと、本当は 36mm のモデルの方がダイヤルのバランスがいいと思うんですよね。私は時計のデザインでさっきもちょっと言いましたけど、凝縮感がすごく大事だと思っている派閥のものなので、同じデザインだと小さい時計の方が好きなんですけども、なので 36mm の方がいいと思ってるんですが、ただ男性の方にこの 36mm のモデルを絶対におすすめできない理由があってですね、それがベルトの太さなんですよね。36mm の方はレディースモデルなので圧倒的にベルトが細いんですね。現物見ましたけど、腕が細ければギリいけるとかそういう次元ではなく、明らかに女性もののベルトでしたね。男性用の 36mm モデルも展開してもいいと思うんですけどね。最近はだんだん小径化の波が来ているので出てもいいと思うんですがね。それとですね、この時計ダイヤルカラー違いがあって、ステンレスだとシルバー、ブラック、ブルーの3色なんですけども、どれも本当にいいんですよね。シルバーはかっちりとして真面目な印象、ブラックは大人な雰囲気、ブルーはすごく爽やかでそれぞれの良さが引き立っていますね。特にどの色にもムーンフェイズが入っていて、どれにしようか本気で迷うレベルなんですよね。で、何が言いたいかというと、定番の3色がどれもバッチリ合うダイヤルデザイン最高ってことですね。それでデザインに関してはそんな感じで、次にムーブメントに触れたいんですが、このムーブメントはですね、前回の動画で紹介したマスターコントロールに搭載されているキャリバー899をベースにムーンフェイズがくっついたみたいなものなんですけれども、なので内容が同じになってしまうんですが、それはともかくこのムーブメントに変わったってこともモデルチェンジによって良くなったところですね。で、何が良くなったのかというと、例えばシリコン製の脱芯機になったり鋼箱が改良されたりしていまして、その結果対峙性能が向上、あとはパワーリザーブが70時間に伸びたりと現代的なかなり使いやすいスペックになっています。そしてですね、これまでのムーブメントは時刻合わせの時に張り飛びするっていう欠点があったんですが、それがこのムーブメントでは解消されています。
どうやら2番車に男性のある素材が使われているかららしいんですが、そういった感じでもろもろ改良されて非常にいいムーブメントになっております。この時計はかなり好きでついついたぎってしまいましたが、最後に一つ言いたいことがありまして、やっぱりですね、この時計マスターシリーズの中の傑作だと思うんですよね。2011年に発表されて以来モデルチェンジしつつ10年以上ラインナップされていますからね。その間にどれほどのモデルが消えていったかを考えると改めて人気なんだなと思うわけです。はい。では続いて程よくシャレっ気がある時計の2本目です。2本目は IWC のポルトギーゼオートマティック40です。これはですね、以前紹介動画を出していて、そこで詳しく話しているのでそちらも参考にしていただきたいんですが、このシンプルで実直なデザインがいいですよね。しかもアラビア数字のインデックスがいい雰囲気を出していて、硬くなりすぎずカジュアル感があっていいですね。ちなみにですね、ポルトギーゼのルーツは2人のポルトガル商人が IWC に高精度の腕時計の製造を依頼して、 IWC が懐中時計のムーブメントを使って作ったところから始まっているんですが、それゆえにでかいんですよね。今の時代でもやや大きく感じますが、誕生した1939年当時の感覚からしたらとてつもなく巨大だったんじゃないでしょうか。しかもベゼルも薄くて、よりダイヤルの存在感を感じられるようになっているんですが、ただこれがですね、すごいと思うところなんですけれども、このサイズ感でこのシンプルなデザインでうまくバランスが取れてますよね。普通これだけダイヤルが大きくてシンプルなデザインにすると、さっきも言いましたけど学び感が出てしまって閉まらないんですけど、これはそんなことがなくてうまくできてますよね。まあそういう意味では同じポルトギーゼシリーズにクロノグラフがあるんですが、あっちの方がよりバランスが取れていてクラシックなクロノグラフで人気はありますよね。でですね、この時計デザインだけではなくていろいろ見どころがありまして、例えばこのリーフ針は非常に立体感のあるものになっていますし、あとは文字盤と針の間にリングを設置して高級感を出していたりと、いろいろちゃんとしてるんですよね。あとはムーブメントに関しては IWC の自動巻きムーブメントといえばペラトン式自動巻き機構ですね。これはざっくり言って巻き上げ効率が良く、部品が摩耗しにくいっていうメリットがあります。誕生から70年以上経っている現在でも採用されていて超絶すごい設計ですよね。さらに現行品は一部の部品がセラミック製になっていて、より耐久性が向上していますね。中身に関しても IWC 独自の歴史ある技術がしっかり使われているというところが実にいいですよね。この時計に関してはちょっと若々しい感じがあるかもしれませんが、むしろ爽やかな印象を演出できてビジネスマンの方にはおすすめではないかと思います。はい。では続いて程よくシャレっ気がある時計の3本目です。3本目はグランドセイコーの白樺です。これもですね、以前紹介動画を出していてそこで詳しく話しているのでそちらも参考にしていただきたいんですが、グランドセイコーって真面目でかっちりとした印象の時計が多い中で、これはですね、なかなか洒落てるなと思うんですよね。というのもまずはこのダイヤルですよね。グランドセイコーの機械式時計は岩手県雫石町のスタジオで作られているんですが、スタジオの近くに白樺林がありまして、その白樺をモチーフにしたダイヤルが綺麗なんですよね。日本的な美意識や自然感を腕時計の中に落とし込むっていうことをグランドセイコーはやっているんですね。それでもちろんこのダイヤルも白樺林ってことでこの辺りを踏襲しているんですが、それだけではなくて、例えばケースの仕上げも同じように美意識とか自然感が見られるんですけれども、これがですね、ケースを見ると表面とヘアライン仕上げを組み合わせていまして、一般的にはこの2つを組み合わせることで立体感が出るわけですが、グランドセイコーはここで光と影の調和を表現しているんですよね。 Don't think feel はい。でですね、それ以外にもグランドセイコーのこだわりを感じるところがあってですね、視認性っていうところなんですけれども、多面カットを施したぶっとい針と立体的なインデックス、これでもかっていう感じで非常に見やすくなっていますよね。しかもこの質感がすんごいんだわ。この辺もグランドセイコーの時計の魅力ですよね。ただ視認性を追求していながら夜光はなくてですね、そこはこのドレスな雰囲気に合わないのでしょうがないところですがね。はい。
で、あとは付け心地もかなりこだわっていまして、ムーブメントの位置を低くしてケースの側面のボリュームを持たせることで重心が低くされているんですね。さらにブレスレットが幅広で厚くなっていることでケースとのバランスが取られていて腕の上でブラブラしにくくなっています。そんなこんなで装着感が良くなっているわけですが、一方でよく重いとも言われてますね。まあこの辺は難しいところではありますが、かなり考えて作られているっていうことを知っておけば自己暗示的な感じで付け心地がいいと思えるんじゃないかと思います。あとはムーブメントについても語りたいんですが、白樺に搭載されているキャリバー QS-A5 がすごいんですね。何がすごいかというと、ハイビートなのにロングパワーリザーブっていうところなんですけど、それを実現させた機構の一つがデュアルインパルス脱進機なんですね。で、これグランドセイコーが新たに開発した脱進機なんですけど、動力の伝達効率が高くなっていて、それによってロングパワーリザーブが実現しているということなんですけれども、独自の機構の脱進機を積むっていうことがそもそもすごいんですが、それが高機能ってところがグランドセイコーの技術力の高さを感じられるものだと思いますね。それでこのムーブメント、個人的に一番好きなのはこのデザインなんですよね。これまでのグランドセイコーのムーブメントって直線的な衣装で工業製品感を感じる部分があるんですが、このムーブメントは受けに曲線が多用されていてとても綺麗ですよね。設計の構想段階からデザイナーが参画しているという力の入れようでございますね。まあこんな感じでですね、白樺はデザインも作りもムーブメントもグランドセイコーの中でも傑作と言っていい出来だと思いますし、グランドセイコーの真面目なイメージと相まってビジネスマンにぴったりの時計じゃないかと思うわけです。思うんですが、ダイヤルの色ですよね、悩むのは。土定番は白い白樺だと思うんですけど、これが意外とギラギラしていて私はそれが気になったので SLGH019 あたりがいいんじゃないかと思うんですよね。しかもこれチタンなのでステンレスのものより軽いからおすすめですね。はい。では続いて程よくシャレっ気がある時計の4本目です。4本目はブランパンのビルレウルトラスリムです。これはですね、見てわかる通りかなりドレス要素が強いデザインになっていまして、仕事用としては結構華やかな感じなんですけど、こういうの好きなので入れてみました。それでこの時計の特徴ってやっぱりこのドレス顔なんですけど、これが一目でビルレとわかるデザインコードが散りばめられていていい感じなんですよね。それが何かというとですね、まずはアプライドのローマンインデックス。ローマ数字が使われていることでエレガントさが増しますよね。それだけではなく立体的にできているので、これが高級感を出しつつダイヤルを特徴づけていますね。あとはリーフ針。クラシックな時計によく使われる針ですが、これも同じようにエレガントな雰囲気を与えていますね。しかも針の真ん中がくり抜かれていて、より繊細なデザインになっております。あとはですね、ベゼルも特徴がありまして、ダブルステップベゼルと呼ばれているんですが、段々になっていますよね。こういう風にすることでベゼルが細く見えるっていう視覚効果がありまして、それによってよりドレス然としていますね。こういったディティールの一つ一つはドレスウォッチ的な要素ではあるんですが、それぞれが高級機らしくひとひねりされていて、全体としてすごくよくまとまった高級ドレスというデザインになっています。それでもう一つ私がこれいいなと思うポイントがありまして、インデックスの内側が段になっているんですけど、これがダイヤルを単調にさせないようにしていますし、それが過剰でないと言いますか、さりげない感じで好きなところですね。それでもって名前の通りで厚さも 8.7mm、 薄くて使いやすいのもいいなと思います。それからムーブメント。ムーブメントも高級機らしい綺麗なもので、しかもツインバレルでパワーリザーブが100時間というすんごいスペックを持ち合わせています。あとはシリコンヒゲゼンマイが使われていて、衝撃、磁力、温度変化に強いという使いやすさも併せ持ついいムーブメントなんですね。つまりですね、この時計薄型のドレスウォッチなのにめちゃくちゃ使いやすいスペックになっているってことなんですよね。というか最近の傾向としてこういう使いやすい進化系ドレスウォッチというべきものが増えてきていてですね、ドレスウォッチ復権あるぞみたいなことよく言われてますよね。そこにこのビルレはちょうどいいのではないでしょうか。という今後のブームに乗りそう感を出したアピールでございました。はい。ではでは、いよいよ最後、激推しナンバーワンウォッチですけれども、私が選ぶ激推しナンバーワンウォッチはですね、
ジャガールクルトンのレベルソです。いやー、まあこれですよね。結局このチャンネルでビジネスマン向けの時計といったらこれですわ。ということでですね、なんでレベルソ推しかっていうことを喋りたいんですが、細かいことはですね、以前の動画で紹介しておりますので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいんですけれども、この時計の魅力を一言で言えば、機械式時計を代表する角型ウォッチのアイコンだからってことに尽きるのではないかと思っています。それでもちろんアイコンたるゆえんがいろいろあるんですけれども、まずはケースが回転するという特殊ギミック持ちということですね。これはもともとポロという競技をやるときに風貌の割れない時計をというオーダーを受けて誕生したというルーツがあって、くるっくるする仕様になっているんですが、これが他の時計にはない唯一無二の特徴になっているんですよね。というか昔は他にもくるくるする時計あったんですけど、淘汰されてしまいましたね。はい。でこれがただくるっくるするだけだと、いやスポーツの時になんか使えませんけどっていうことになってしまうんですが、この反転するという機能を使って両面時計にしちゃうっていうところも面白いし、すごくいいところなんですよね。それぞれダイヤルのデザインが違うので、シーンとか気分によってどっちを使うか変えられますし、あとはすごく使いやすい GMT ウォッチという側面もあるので、この機能は本来のルーツとは違った使い方ですが、すごい発明だと思いますね。はい。で、あとはデザインもアイコンとしての要素になっていまして、レベルソは1931年に誕生した90年以上前から続くモデルなので、歴史の堆積を感じるものになっていますね。黄金比のケースやアールデコ様式の直線的なデザインが特徴なんですが、それが真面目で知的な印象を与えてくれています。そこがいいんすよね。ビジネスにぴったり、しかもラウンド型じゃなくて角型ってところで差別化しつつこだわりを感じさせる時計なんですね。はい。あとはこの角型のケースに合う角型のムーブメント、これがいいんですよね。やっぱりアイコンたる時計にはいいムーブメントも不可欠だと思います。それでですね、ウェブクロノスにムーブメントで腕時計を選ぶとしたらどれっていう企画があるんですけど、そこで広田先生がレベルソトリビュートスモールセコンドを選出しているんですよね。ジャガールクルトのキャリバー822というムーブメントは古典的な設計を残した数少ない手巻きムーブメントであるっていう風に言ってまして、この古典的な手巻きムーブメントってところが実に時計好きの心をわしづかみにしますよね。ザ・角型ムーブメントといったような歯車のレイアウト、そしてこの分割されたブリッジ、機械式のムーブメントといったらこういうのだろうっていうこの見た目が最高です。ただ一つ残念なのがシースルーバックのモデルがないんですよね。ここはレベルソのルーツを踏まえるとシースルーバックは本末転倒みたいになってしまうので、そのジレンマは常に感じるところではありますが、それでですね、まあ一口にレベルソといってもいろんな種類があって非常に迷うと思うんですが、クラシックとトリビュート、それからモノフェイスかデュオかってところなんですけども、まずトリビュートはですね、デザイン的にはすごく好きなんですが、結構インデックスと針がギラギラしているので注意が必要です。非常に高級感があるんですが目立つと思うので、より地味に行きたい方はクラシックの方がいいと思いますね。まあそれかトリビュートの白ダイヤルだと少し落ち着いた雰囲気もあるので選択肢としてありだと思います。あとはモノフェイスかデュオかっていうところですが、私の好みはデュオですね。一粒で二度美味しい時計ですし、レベルソの反転するという特徴をうまく使っていて、しかも GMT としても使えるというところでおすすめでございます。ただサイズ感の問題もあると思うので、このあたりはぜひ試着してご検討いただければと思います。まあ正直どれを選んでも外れはないので、とにかく一目見てもらいたいということです。はい。というわけでビジネスマンの皆さんに送るおすすめ腕時計を前後編合わせて9つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。おそらくですけど、正確な時間が必要だっていうビジネスマンガチ勢の方にとってはちょっと趣旨がずれていたかもしれませんが、前編の最初に言った通りですね、スーツに入るような時計、シンプルなドレス寄りの時計というコンセプトで、しかも私が好きな時計ってことで選んでみましたので、ご勘定願いたいんです。はい。あとですね、コンセプトという話が出たので、実はこのコンセプトとは別に裏テーマというものも設定して選んでいたので、気になる方は最後のおまけのところで語ろうと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。はい。まあとにかくですね、
今回選んだ時計をつけてスーツを着こなしている男性はモテるということはですね、勝手に言っておきたいと思います。それでは今回はこの辺で。みんな、あったかくして寝ろよ。前編の動画のコメントの返信でも書かせてもらったんですけど、裏テーマの話です。皆さん分かりましたか？いやー、分かりましたかって聞いてますけど、はっきり言って分かるはずがないんですよね。そんなレベルの話なんですけど。じゃあ裏テーマ発表しますと、ジャガールクルトを押していこうってことなんですよね。マスターコントロール、ウルトラスリムムーン、レベルソ。がっつりジャガールクルトを代表するモデルを盛り込んでみました。はい。いやー、結局ジャガールクルト特集とかやっても興味がある人しか見ないと思うので、それよりはこういうごったに的な企画で押していった方がいいかと思いまして。でもですね、ジャガールクルトの時計の雰囲気、いい言い方をすれば真面目、言い方を変えれば花がない感じ、それがビジネス用の時計としてぴったりだと思って選んでいるので、ジャガールクルト間違いないです。ただ、もっとジャガールクルトが盛り上がってほしいなという私の願いも込めてしまいましたけどね。そんな感じです。まあでもレベルソを筆頭におすすめなので、ぜひ候補の一本にしてもらえると私が嬉しいです。はい。それでは。